おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円は冷やしでダブルトップっていう話をしておりました。ここダブルトップから大きく下落するのかどうかというところを現在見てますが、GMMA の青帯の上にありますので、ここからこういう動きですね。そういう動きの可能性も考えられます。現在は GMMA 付近まで一旦下落してもおかしくないのかなと思いますので、192円ぐらいまでの下落は可能性として考えておきたい。本日朝から一旦急騰しましたが、再び急落してますので、現在冷やしとしては上髭の陰線になってきてます。この形作ってくるとこのまんま下落していく可能性があるので、まずは昨日安値を割るぐらいですね、このあたりになりますので、だいたい 192.6 ぐらい、そのあたりを割ってくるような下落を考えておいてもいいと思います。では4時間足です。大きな流れとしては今までは上昇トレンドでした。その中で現在は GMMA 付近で揉み合っていて、そこから上抜けるのか下抜けるのかっていうところを見ているところでした。昨日は一旦上昇したんですが、今日も朝から上昇はしてその後急落をしてきてますよね。こんな感じ、ローソク足、朝の上昇に対して今の陰線がかなり大きくなっておりますので、このまま下抜けていく可能性は十分にあります。こういう動きですね。一旦はこの動きなんですが、もしこれ上昇してきたとしても GMMA の青帯今ここにありますので、このまま下落していくとこういう動きが想定できますので、そうするとこのあたりですね、190.5 付近を目指して下落していく可能性を考えておきたいです。ストキャスティクスは高値圏です。では1時間足です。かなり急激に下落してきてますね。基本的にはこれ直近、昨日の高値とか、この辺ですね、今朝の始まったところ、それから昨日の安値、このあたりを意識しておいてください。なので下がってくれば、押し目買いが入りやすくはなるのと、あと昨日の高値を上抜けてくれば上昇しやすくなるんですが、現在は1時間足、ダブルトップみたいな形で下落してきてますので、このラインを下抜けてくるとダブルトップ完成からの下落で昨日安値付近まで、そして昨日安値を下抜けると大きく下落していくと思いますので、その辺の動きを見ておきたいですね。で、もしこのまま上昇していった場合は、この黄色ゾーン195円付近っていうのが意識されてきますので、そのあたりからの戻り売り。逆に言えばこの1時間足の上昇トレンドが継続している間は押し目買いでついていけばいいんですが、今のこの1時間足のローソク足見ていると、この上昇トレンドを崩してきそうな勢いですので、それがどうなるかっていうところを見ておいてください。意識するのはこの水平線ですね。このあたりを意識しておいてください。ではドル円です。ドル円は大きな流れとしてはこういった下落トレンドが継続している可能性。ただし GMMA の青帯を一旦上抜けてきたので、ここでサポートされればこういう動きが想定できたんですが、結局昨日大きく下落してきて GMMA の下にこれまた入ってきているんですね。ということは、この下落トレンドが継続している、こういう下落から一旦上昇して、この GMMA 上抜け魂になって下落してきているという、その考え方ですね。ストキャスティクスもまだ下げ余地がありますので、そう考えるとまだしばらくは上値が重い。そうなると、140円ぐらいを再び目指して下落していくのかなと。もしそういう動きになれば、ポンド円も大きく下落していきますので、その辺の動きについていけるといいですね。では4時間足です。とは言いましても、4時間足一応上昇トレンドなんですね。ちょっとそのトレンドとしては怪しいんですが、こういう今、安値を切り上げて、そして高値も切り上げているという上昇トレンドになっておりますので、まだここ安値を切り上げているかどうかわかりませんが、ここからとかこの辺とか見てみると安値はだんだんと切り上がってきてますので、そうするとこういう動きも想定できます。ただですね、4時間足の GMMA の青帯の下に入ってきてますよね。ということは、今こういう動きが考えられますので、そして今朝の動きとか昨日の動きを見ていても GMMA の青帯で上値を抑えられている、そんな動きに見えてきますよね。そうすると、ここからのこういう下落、そうなると 142.5 付近までの下落が考えられますし、もし GMMA の青帯を上抜けてくれば上昇していけるでしょうけれども、それがどうなるかっていうところを現在は見ている最中です。では、1時間足です。1時間足も綺麗に下落トレンドを作っているんですね。昨日はここで煮詰まっていたんですが、そこから今朝1回上昇しての急落になってきてます。このまんま昨日の安値を下抜けると大きく下落していきますので、その流れに乗っていく。どちらかというと今は昨日の安値付近まで下がってきましたよね。このあたりですけれども。ということはここからは反発しやすいポイントですので、ここから反発できるのか、下抜けるのか、反発できるのかっていうと
ところを見ておいてください。もし上昇してきた場合はこの辺ですね、黄色のゾーン、この辺は上値が重くなってくると思いますので、146円付近からは戻り売りが考えられます。逆に言えば、このあたり、この黄色のゾーンを上抜けると上昇しやすくなりますので、その辺見ておけるといいですね。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューで使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は無料登録をしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX スキルをコツコツ上げていけるような内容になっております。朝の忙しい時間帯に倍速でも視聴できるような、そんな内容になっておりますので、ながら聞きで FX のスキルが身につくようなメンバーシップとなっております。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。